初戦の勝利によってビルマを制圧した日本軍は、現地にいたイギリス領インド軍、略して英印軍を追い払いましたが、ある理由で進軍を停止します。その理由はインド北東部とビルマの間にある険しい山岳地帯の存在です。これを越えてインドを攻撃しようとすれば、日本軍は山を登って疲弊した状態で戦闘準備を整えた英印軍と戦わなければなりません。それだけでなく、補給も非常に困難になるという問題がありました。この状況は英印軍にとっても同様だったため、自然と両軍は山を挟んで対峙し、お互いに侵攻することなく他の戦線に集中していくことになります。つまり日本にとってのビルマは攻撃のためではなく防御のための重要な拠点となったのです。しかし次第に日本軍はビルマに援硝ルートの封鎖という新たな役割を与えました。援硝ルートとは、アメリカやイギリスが中国に物資を供給するための重要な輸送路で、インドからビルマを経由して中国に続くものでした。このルートを封鎖することで日本は中国の戦力を削ごうとしたのです。ところがこれによってアメリカは不利な状況に陥ります。当時中国に対する援硝ルートはインド北東部を通るもののみとなっていたため、アメリカはイギリスに対しビルマを奪回しろ、このルートを再開させろと強く要請します。しかしイギリスは山間部を越えての作戦は難しいと判断し、ビルマ奪還に対して消極的でした。結果的に日本とイギリスの両方がこの地域で大規模な作戦を実行することはなかったのです。ところがその後、約3000名の英印軍が突如として中部ビルマに現れ、1ヶ月半にわたって戦線を混乱させる事態が発生します。いきなり姿を現した英印軍に日本軍は大きな衝撃を受け、捕虜に対してどのようにして進撃してきたのかと尋ねました。すると彼らは、インドから山脈を越え川を渡ってきたと答えたのです。さらに補給について尋ねると、空中から投下されたとのことでした。もしこの戦法が全戦線で実行された場合、ビルマの防衛は非常に困難になることが明らかです。それまで平穏を保っていたビルマ戦線は一気に緊張感に包まれることになります。そのような状況下で日本はビルマの独立に対応するため、新たにビルマ方面軍を設置しました。ビルマ方面軍は第15軍の上部組織であり、方面軍司令官には川辺正和中将、第15軍司令官には牟田口蓮也中将が任命されています。2人は盧溝橋事件以来の親しい間柄であり、この2人によってビルマ全体の防衛が指揮されることとなりました。また日本にはビルマの独立支援だけでなく、インドの独立運動を利用して戦局を有利に進めるという戦略的な狙いもありました。インド侵攻を視野に入れたこの動きは、ビルマを防衛拠点とするだけでなく、インド方面への進撃を目指すものだったのです。この方面軍新設による人事異動により、第15軍の多くの司令部員はそのまま方面軍司令部に移動し、第15軍に残った参謀はわずか1人のみでした。これによりビルマの状況に詳しい者がいなくなり、軍司令部における牟田口蓮也の発言力が一層強まることになったのです。そんな牟田口蓮也は日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件に関与しており、自身が戦争の重要なきっかけを作ったと考えていました。なのでこの戦争を有利に終わらせる、そのためにはインドに侵攻しなければならないという考えを持っていたのです。しかし戦争の終結方法を決定するのは一人の軍司令官ではなく、大本営や政府が考えるべきことです。仮にインド侵攻に成功したとしても、それが有利な戦争終結に結びつくかどうかは分かりませんでした。それでも牟田口は、今の状態はまずい、このままだと日本軍は次第に追い詰められてしまう、そうなればビルマの防衛は維持できないと危機感を募らせていました。こうして守っているだけでは戦略的に不利だ、むしろ先制攻撃を仕掛けるべきだ、連合軍の反攻の勢いをそごうと主張するようになります。このような考えのもと、牟田口は英印軍の反攻拠点であったインパールを目標とするようになり、さらにその先のインド領内アッサム州への侵攻計画を立てるに至ったのです。しかし第15軍の作戦を考える責任者であった参謀長は補給の専門家であり、この作戦は無理だ、補給が間に合わないと強く反対しました。英印軍は空中から補給を行っていましたが、
日本軍には十分な飛行機がなかったのです。同時に第15軍外部からも補給が難しい、その作戦は成功する確率が低いといった意見が寄せられ、牟田口の行き過ぎを抑えようとする動きがありました。しかし牟田口は反対した責任者を解任したため、参謀たちは何を言っても無駄だと沈黙するようになります。反対意見が言えない雰囲気の中でインパール作戦は立てられていきました。こうやって完成した作戦計画を説明するための会合がビルマ方面軍の軍司令部で開かれると、そこに集まった師団長たちは作戦内容を聞き、唖然とし言葉を失います。牟田口は次のように説明したのです。もともとこの作戦は普通の考え方では初めから成立しない作戦である。食料は敵から奪うこととする。敵と遭遇すれば銃口を空に向けて3発撃て。そうすれば敵はすぐに降参するだろう。この説明は補給を軽視し敵を過小評価する牟田口の思想を如実に表していました。そのようなずさんな計画のもと、日本軍は3方面から一斉に進撃を開始します。作戦の概要は次の通りです。南から進撃した部隊はインパール街道を北上してインパールの背後を突き、北から進撃した部隊は山脈を横切りインパールの側面に進出。そのさらに北に位置する部隊はインパールにつながる街道を遮断するというものでした。問題となっていた補給については、兵士たちが 2,3 週間分の米を自ら背負い、不足分は数千頭の牛を引き連れて運ぶという方法で対処していました。しかしその牛たちの大半は川を渡る際に溺死し、生き残った牛も山を越えることはできませんでした。このような劣悪な条件にもかかわらず、南から進撃した軍勢は待ち受けていた軍勢を包囲殲滅する寸前まで追い詰め、北側の部隊も順調に進撃していました。日本軍はインパールを包囲する体制に入ったのです。しかしこれはイギリス軍の作戦通りでした。イギリス軍の作戦は日本軍と適度に戦いながらインパール近くまで引き込み、補給が困難になったところで反撃を加えるというものだったのです。しかしそれを知らない牟田口連也は前進あるのみと命令し続けたため、日本軍の弾薬や食料は次第に尽きていきます。包囲されたインパール側には空中から補給が行われていた一方、包囲していた日本軍には補給がなく、次第に飢えや病気で兵士たちは弱っていきます。そうした状況下で無意味な突撃が繰り返され、犠牲者が無駄に増えていったのです。日本軍は壊滅的な損害を受けましたが、イギリス軍からすると日本軍が自ら不利な場所にやってきて勝手に壊滅したようなものでした。牟田口連也は作戦の失敗を認識していたものの、自らのメンツのため作戦中止を言い出すことができません。そんな中、すでにビルマ北部ではアメリカの支援を受けた中国軍が進撃を開始し、日本の守備隊は崩壊。インパールを包囲していた日本軍もついに限界を迎え、総崩れとなり退却を開始しました。しかしその退却路にはすでに倒れた日本兵の死体が散乱しています。息も絶え絶えの負傷兵がウジ虫に侵されながら横たわり、すでに死んだ兵は白骨化するという絶望的な状況です。退却する日本軍にも補給はなく、多くが飢えや病気で命を落とし、絶望した兵士の中には自ら命を絶つ者もいました。このようにしてインパール作戦は失敗し、日本のビルマ防衛線は完全に崩壊。イギリス軍は陸路を通じてインド北東部からビルマに侵入し、ビルマ奪還が本格化していったのです。